本当に別れたいと思ったら、携帯電話、写真、手紙、すべての彼に対する思い出は全部消去しなきゃダメです。ペンネーム猫さん、29歳の女性からいただいたお悩みです。和尚様の動画や文章を拝見させていただき感銘を受けています。私の悩みは、以前好きな人を振り向かせるにはという動画の相談者さんとほぼ同じ悩みです。私の大好きな人は私を都合のいい女としか見ていません。ずっと1年半友達以上恋人未満で、彼には3回私の気持ちも伝えています。彼の答えは責任が取れないと言われています。彼といても幸せになれないのも分かっていますし、彼は社会的にも私の周りの人には信用されている方ではありません。その証拠に会社でも降格をされているようです。何度も離れるように距離を置いたりしてみましたが、どんどん思いが募ってしまって、そして躁鬱感が続いて、結局彼から離れられません。苦しい時は和尚様のお言葉を拝聴させていただいていますが、結局私は自分の都合のいいようにしか捉えていないから、ずっと悩んでいるのではないかと思います。そして和尚様のお言葉を分かったつもりでいるのだと思います。どうしたら自分の彼への執着心から脱却できますか？本当に自分勝手な悩みで恐縮です。もしご回答いただければ幸いです。人間の欲というものの中で最も強い欲、とどまるところのない、尽きるところのない欲、非常なエネルギーを持って自分を突き上げてくる欲、そのような激しい欲のことを割愛と言います。仏教の中でこの割愛というものが最も苦しい煩悩であり、だからこそこの割愛を克服するということが私たち人間にとって課題なんだよということを改めて教えてくれるのが仏教ですけれども、まあ人間にはいろんな問題がありますね。私たちには経済的な問題、それから職場での人間関係の問題、さまざまな悩み事ってあると思うんですけど、私はね、その中でもね、最も苦しいことの一つがこの恋愛に関する問題だと思います。で、猫さんね、相当努力をなさってると思うんですが、辛いですね。苦しいと思いますね。きついですよね。猫さんの問題は何かって言ったら、私の話を聞いて自分のこの執着を離れようという努力をなさってる。だけれどなかなかうまくいかない。それはなぜか猫さんの問題として、努力の方向が間違っているからです。私たちは何かを、苦しみを手放していく、苦しみを克服していくために、やっぱりね、神頼みではそれは解決しないですね。自分で自分なりに努力していかなきゃいけない。だけれども、その努力の方向性が、努力の仕方がもし間違っているとしたら、これはどんなに一生懸命努力をしても望ましい方向に状況は改善していかない。なので猫さんの問題は実はね、彼を忘れようという努力が間違いだっていうことです。で、処方箋、猫さんには
忘れる努力ではなくて、新しい環境を作る努力をしてほしいです。私たちの体の中で何か一つのことを忘れようとするとき、一生懸命忘れようとする努力をしてあがいているとき、何が起きているかというと、これは、猫さんが今、彼氏を忘れようとする努力をしてあがいているときに、彼を忘れようとするその努力が彼に対しての執着をより強めているという循環に今入ってしまっている。彼のことを忘れたい、忘れたい、忘れたい、忘れたい。彼のことを忘れたい、忘れたい。何としても忘れたい。もういいんだ、もういいんだ、もういいんだ。これを1時間続けたとすると、これ実は同時に彼のことを1時間思い出し続けていると同じことが起きてしまっているんです。わかりますか？なんとなく。彼のことを忘れようとすればするほど、彼のことを心の中に、彼に対するエネルギーをさらに燃やしていることになるんです。だから、彼のことを忘れようという努力は、これ以上しないでください。そしてその処方箋として、彼のことではなくて、彼とは全く関係ない何か新しきこと、新しき環境というのに自分を投げ入れてみてください。人間の意志というのはそんなに強いものじゃない。中に強い意志の方もありますけれども、私が猫さんの状況だったら、彼のことを忘れる無理。頑張ったけど無理。もしうまくいったとしても、3年から5年かかる。もっとかかるかもしれない。それぐらい簡単なことじゃないですよね。それで、これは私自身が、いろいろそういう恋愛の問題をお受けしたときに、今は直接の個人相談ってやってないんですけれど、たくさんのご相談が来るので、直接の個人相談は一切受けてないんです。でも、直接個人相談を受けて恋愛問題に関して私も対処していたときに、本当にね、猫さんぐらい冷静にこうやって一生懸命努力なさっている方ならいいんですけれども、もう本当にね、人間がおかしくなってしまうっていう、人格が破綻してしまうっていうような状況に恋愛、失恋から転げ落ちていく人っていうのもいるので、そういった子たちに対して直接の私もケアをしてた時期がありますけれども、その時にやらせることね、まず何かというと、ちょっと荒治療になるんですが、一番最初、本当に別れたいと思ったら、携帯電話、写真、手紙、すべての彼に対する思い出は全部消去しなきゃダメです。すべて消去してください。彼の中に猫さんはいないんです。猫さんの中に彼が張り付いてるんです。だから消去すべきは猫さんの頭の中の彼への執着ですよね。だけれどもそれは簡単に消去できないんです。けど忘れようと思ってそれをまた思い出すきっかけっていうのを自分の周りにいっぱい持っていたら、それは無理ですよ。ね。ものすごいお腹が空いた時にフライドチキン、いい匂いのするフライドチキンを目の前に置かれたら、それはまたそっちすぐ食べたくなるじゃないですか。もしダイエットしてる時にです。ダイエットしてる時にダイエットしなければ食べちゃいけないと思いながらフライドチキンを揚げたての唐揚げとかラーメンとかカレーとか美味しそうなものいっぱい身の回りに置かれたら自分のダイエットは成功しないですよね。でそれと同じです。彼に対しての彼をダイエットしようとしてるわけですよね。猫さんの中から削り落とそうとしてるわけですよね。猫さんの中から手放そうとしてるわけですよね。
彼への思いを。であれば、彼への思いを改めて想起させるような、またカムバックさせるようなすべてのものは全消去です。これが第一ステップ。そして、第二ステップは、今の猫さんの惨めさを自分で想像してみてください。責任が取れないっていうことは、あなたとは結婚するつもりがないって。振られてるっていうことなんです。自分を振った相手に、お願い行かないでってしがみついているほど情けない姿ってないですよね。そのダサい自分の情けない姿を想像してみてください。私がラジオ漁をする場合、第3のステップとして、その場で引っ越し、そして職替え、そして何か自分にとって少しハードルの高い習い事、その場ですぐ申し込みをさせます。猫さんに引っ越せとか仕事変えろとか言ってるわけじゃないんですけど、私がもし荒治療をする場合、本当にこの恋愛に対する執着によってこれ以上時間を過ごしたら自分はもうダメになるっていうケースの場合ですよ。その場でしてもらいます。そして3ヶ月死に物狂いでその新しき環境で新しい仕事に新しい髪型で新しい服を着て取り組ませる。3ヶ月すると少しまたむくむくとふと彼のね思い出が蘇ってくるんですけど、これがまた蘇ってきた時にはすかさず殴り倒してまた仕事に集中をする。新しい環境に集中する。新しい習い事に集中をする。で、この習い事っていうのが自分の将来にとってより良き何かをもたらすものであれば、実はこの彼への執着のエネルギーというものを自分のより良き未来のために転換するということに成功します。猫さんね、失恋へのこの割愛というものすごいエネルギーは転換することができるということを知ってください。この割愛のエネルギーというものを自分のより良き未来の何かに転換することができたら、きっと猫さんはもっと魅力的な女子になります。もうすぐ30ですか？12月が誕生日ですよね。そうすると今年の12月でおそらく30歳に猫さんなられますよね。アラサー女子の魅力というものをこれからね磨いていくには、今回の彼との成就しなかった恋愛というものはすっごいきっかけになると思います。いいですか？これまでこれほどまでに誰かを愛したと、これほどまで誰かにとらわれたっていうことは猫さんの中でなかったかもしれません。だけどもそれだけ強い思いを持って忘れようと思っても忘れられないというぐらい彼に対してする集中力というもの、エネルギーというものを自分のより良き未来のために転換することができたら、本当に素晴らしい30代が見えてくると思います。より魅力的な恋愛がそこに待ってるかもしれません。きっと待ってると思います。すっごい今心が痛いことよくわかるんです。でもだからこそ応援してます。割愛を、執着を手放す経験の積み重ねが猫さんをきっと大きくします。賞味期限の切れた恋は捨てなさい。応援してます。頑張ってください。